大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。この番組は岐阜県生まれスピリチュアルカウンセラーとして活躍されている大森和代さんの心温まるメッセージをお送りする番組です。大森先生、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは栗本さん。今日は栗本さんもご参加していただけて嬉しく思っております。はい。戻ってまいりました。はい、先週はね、2人でしたので。そうでございますよね。はい、寂しかったですね。そう先生、はい、先週、はい、びっくりしましたね。そうですね。ここのね会場で今回番組また撮らせていただいてるんですけど、先週ちょっと先生にご相談したんですけど、いきなり先生の後ろのね、棚が光ったんですよ。棚がですね。テレビでよくある決定的瞬間みたいなやつ。その鮮明な画像で。そうですよね。で私ね先週はちょっと撮ってくださったんですよね。撮ってる方に専任させていただいたんですけど、見た瞬間この部屋の電気がなんですか、こうセンサーがついてるのかなと思うんですよ。ちょっと暗くなりかけた時に電気ついてるじゃないですか。でお聞きしたらセンサーなんかついてないと、スイッチがパッとつく。だそのぐらいセンサー何もついてないです。だからそれ画面のやつ突然光が光り出す。その前になんかゴッコが指してるみたいに見えるってね、言ってくださったんで、そうです、こちらなんですけど、みたいな話をさせていただいてた直後にこちらが光ったんですよね。ピカピカって。だから不思議に思いまして、一瞬カメラ止めて見上げてしまったぐらいなんですけど。カメラ止まってました。あの時撮られながらこうやってやられたんで、私なんで上がなんだろうってなんで電気つけたんだろうと上向いちゃった画像が入ってたかもしれないんですけれども、でも先生そうなんてびっくりしたんですけど、ちょっと怖い思いしたんですけど。怖いですか？なんかああいうのって怖いですか？怖いかしら。びっくりはします。びっくりはしますよね。これどういうものなんですかね。あれもですね、前にね五光がっていうお話をさせていただいてまして、で講演会でもこの後ろに黄金の光が出たとか、そういうことを言ってくださる方が多いですよということで、この五光に見えるのは、高次元からの黄金の光、5次元6次元7次元という、私たちは今存在するのは3次元なんですけれども、そちらのこの光があの時も見えたということなんですね。そういうことなんですね。電気がついたように見えるんですけれども、光がこの蛍光灯の色ではなく、黄金色と言いますか、そうですね。はい、そういう色だったと思います。はい。じゃあ私本当に怖いと思ってしまったんですけど、怖いことではないです。ちょっとやはり逆に気持ち悪い怖い光というのは、赤黒い光だったりとか、あと青白い光だったりとか、そういうものがこう出てきたり、あと黒い影とかですね、そういうのはちょっと不気味な方向というか低次元の存在が現れるときに出てくる形でして、それとは全く違いますので、じゃあ明るい光だったからいい意味ですね。何かこの番組を高次元の存在の方が応援してくださってるという意味ですので、じゃあいい瞬間に出会ったというふうに。そうですね。でも本当に1回目からもう奇跡の連続で、ちょっと私も驚いてるんですけれども、お二人があまりにも毎回何これ何っておっしゃられるので、とても嬉しい驚きなんですけれども、今日2人で打ち合わせがあったらして食事をしたんですけど、いろいろ頼んだんですが、うどんなんですけどね。うどんですか？でちょうど1000円札を持ってましたら、会計でちょうど1000円と1000円税込みで1000円税込みで1000円なんか気持ちいいなと。そうですね、それもぴったりいくらとかジャストいくらとかですね、あとよく質問にありますのがゾロ目を見るとかですね、2222だったとか、もう1011なんですかね、1111とか6666とか、そういうのを見るのが
最近多いんですけどどういう意味ですかとか、これも人によって多少違うんですけれども、悪い意味ではないんですね。ご注意とかではないんですね。むしろいい方の意味でして、この宇宙と波長が合ってきた、そういうことの表れでもありますので、今日の1000円も、きっと高次元からの応援を得られているということを見せていただけたんだと思います。そうですね、先生のこの撮影場所にですね、来るときはなんかそういうことが多いんですね。やはりそうですか。ちなみに信号も捕まらないです。やっぱりそうですよね。以前は警察に捕まったんだ、こんなこと言っちゃっていいんでしょうか。パトカー、覆面パトカーと知らずに、高速道路で追い越しをしたんだけど、そしたらすぐにこう覆面のなんですかね、パカッとサイレンが出て止められたんですけど、気をつけなさいよで終わっちゃったと。何もスピード違反、すごいスピードで追い越したらしいんですけど、全く何もご注意だけで済んだとか、本当にいっぱい奇跡が起こります。でも先生の講演会でも、こういったブログでもですね、本当になんです、別に死んだ人が生き返ったわけではないんですけど、さまざまな奇跡を受けていらっしゃる方がコメントが寄せられてますけど、やっぱりそういうことを体験すると、やっぱり人間ってやっぱり笑顔になってきますね。やっぱりそうですよね。やはりお亡くなりになられた方、特にご身内とか親しい方がお亡くなりになられた、もうその人に会えない悲しみ苦しみというのは、やはりどこに今いてどんな状態で何してるんだろうってわからない、会えない、そういうところからやはり苦しみもきますので、今そのお亡くなりになられた方がどういう状態ですよとか、そういうことを伝えてあげる、それによって安心されたりですね、あとそれを講演会で実際にお話ししてますと、その人のこの後ろに立たれたりしていて、そのことをお伝えすると、だからですか、さっきからここがビリビリするんですとか、暑いんですとか、それは息子だったんですねとかね、もう涙を流されて、今までこんなこと感じたことがなかったと、そういう奇跡の体験というのは非常に多くてですね、やはりそういうことを体験することによって、この世だけではないなと、やはり肉体を脱いだ後の世の中とも今後の世はつながってるんだなということが体験することによって分かっていただける。やはりみんなそうなんですけど、自分が実際体験しないと、いくら言葉だけで申し上げても、そうかで終わってしまう世界なんですね。見えない世界っていうのは特に。ですから講演会っていうのはそれをみんなにも体験してもらおうという場所でもありますので、みんながみんな体験できるわけではありませんが、以前にもお話ししましたが、鈴の音が聞こえるとかですね、あれも聞いてみないとわからない。でも鈴もどこにもないし、もし同じ鈴のベルの音でしたら、この講演会で誰かが鳴らしてね、そういうことを作ってるんだろうってことになると思うんですけど、聞こえる鈴の音が人によって違う音が聞こえてくるということが、でもみんな同じ鈴の音、でも高い音であったり小さい音であったり大きな音であったり低い音であったりっていう、ですからそれが鈴の音は高次元の音ですよってお伝えしても、私はこんな鈴の音だった、私はこんな鈴の音だったっていうことで、やっぱり会場で誰かが鳴らして音を出してるわけではないっていうこともそれによって証明されてるわけでして、あと栗本さん以前一番最初の時ですね、でこのラジオを始めるにあたって栗本さんと最初お会いさせていただいた時に音声ですね、撮っていただいた時の音声が不思議だったというお話させていただいたんですけど、技術者として20年やってますけど、見たこともない形なんですね。で普段であれば、その音は必ず聞こえるんです。でも音が聞こえない、だから僕には残念ながら聞こえなかったんですけどね、でも何かが存在するというものは、コンピューターのものなんですけど、示してるっていうことがあったの、だからその音は一瞬であったり、綺麗な波形をつけてたり、これ本当に不思議な体験をさせていただいてますので、これをね、それが1回目の収録の時も出てた、そうなんですね、おっしゃってみましたね。ちょっと暑苦しいところで撮らせていただいたんですけど、
でもあれは本当に不思議な体験をさせていただいて、はいでもこうやって大森先生とお会いしてですね、まだ全然私はそんなレベルに達してないんですけど、だんだんそういうものが、受け入れられる感じになってきました。よく皆さん私はまだそんなレベルじゃないとかそんな域に達してないとか、そういう表現されますけれども、何も私が全然特別な人間とかそういうことではないんですね。ただこの私も自分で思うのは今私の肉体というのが使いやすいので使っていただいているだけだろうなっていうふうに思うんですけれども、これは人間だったら誰でもできることであって、こちらの高次元と波長を常に合わせていかれることをされていかれれば、皆さんできることなんですよね。でブログに集まってくださる方とか講演会に参加をしてくださる方っていうのは、だんだんそういう意識が高まってきてまして、で私はいつも一緒に幸せになろうねとか、一緒にみんなでこれからもいろんなことを作っていこうとか、そういう表現をするんですけど、やはり人っていうのは一人では何もできないものであって、でやはり私一人がそれをするんではなく、みんなで同じ気持ちになるということで、より大きな奇跡を起こせるという、そういう力が人間にはあるんですね。そういうものをみんなで開いていきたいという、すごくそういうことは強く常に思っております。はい。じゃあ先生のブログにもありますし、またこの番組にもつけさせていただいた渡らせという言葉、それは先生の使命としてより多くの人をその高次元渡らせることが先生のお仕事、また使命としてつけられてるんですね。そうです。はい。渡らせというタイトルもですね、本当にこれ神様からいただいたタイトル、神様と表現しますが、この本当に高次元の7次元の方からいただいたタイトルでして、もう普通に歯磨きしてたんですね。そしたらここにすいません、歯磨きしてたんです。そしたら渡らせと言われたんです。で、渡らせってなんだろうと思ったんですね。これ左側で渡らせって言われたんですね。で、ちょっとなんかこれはいけない、神様のお言葉とは分かりましたので、すぐ歯磨きやめました。渡らせと書きました、ひらがなで。そしたら、いやローマ字で渡らせと書きなさいとおっしゃられましたので、渡らせと書きまして、そしたらこれが本のタイトルですと。最初のこの渡らせですね。はい、これを執筆中に来た、これは体験なんですけれども、タイトルまだ決まってなかったんです、その時執筆始めて。全然まだ決まってなかったんです。で、仮タイトルで全然関係ないタイトルをとりあえずつけてあったで、原稿を書いている途中だったんですね。そうしましたらもうバーンってきましたので、もうこれで神様のお声、鶴の一声で渡らせでひらがなで渡らせと書きなさいと。で、私の仕事使命はこの次元から、4次元へ5次元へ6次元7次元へと皆さんを皆さんといっても肉体のない魂の皆さんですが、を渡らせてあげる、お手伝いを私が直接渡らせるわけではなく、お手伝いをするということですと、渡らせてくださるのは高次元の存在の神様とかですので、お手伝いをさせていただくということが使命だということで、とてもこのタイトル気に入っておりまして、で多摩出版さんもこのタイトル気に入ってくださって、もう2冊目も3冊目も渡らせは必ずつけさせていただいております。で、先生もまた時間が来てしまいました。もうですか。はい、早いです。いつもあっという間で、もっともっと皆さんとつながっていたいんですけれども、また来週になってしまいましたね。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来週。See you next week. Bye.